あなたは絶対に仕返ししてやりたいと思ったことがありますか？ 2006年6月16日、大阪府東大阪市、夜道を走る1台の乗用車の中では殺気に満ちた怒声が飛び交っていました。俺知り合いにヤクザおんねん。慰謝料50万用意できんかったら海に沈めるか生き埋めにしたるからな。あざだらけの顔で拘束されている青年2人は自分たちを取り囲む4人の男たちの言葉に震え上がります。4人の男たちは2人を散々に脅迫した挙句、やがて道端へ放り出すとそのまま走り去っていきました。集団で暴行を加えられ完全に萎縮してしまった2人を嘲笑う男たち。彼らはこの時想像もしていなかったでしょう。自分たちが口にした脅し文句そのままに生き埋めにされてしまうなどとは。集団リンチの仕返しに生き埋めにされてしまった男たち。被害者と加害者の立場はいかにして逆転してしまったのか。暴行を受け脅されていた青年たちを歪ませたのは集団による意見の暴走だったんです。おぞすけちゃんです。やみやみこです。ヤミオさんね、はいエジプトとトルコ行ってきたじゃないですか、はイスラム圏なわけですよ。でね、何がその時期あったかというと、ラマダーンだったんですよ。ラマダラマダーンっていうのは、いわゆる断食。なんか日が昇って沈むまで水とか食べ物を食べちゃいけないみたいな。ン。どれぐらいの期間1ヶ月ぐらいかな。無理じゃん。あ、じゃあ夜の間に食べるってこと？そうそうそう。で、しかもね、今で言うとサッカー選手とかめっちゃ辛いらしいよ。ああ、そうよね。そう、水とかも厳しいらしいから。観光客向けの店は普通にやってんすよ。でも現地の人とかが、俺らが食べてて見るとすげえ羨ましい。俺もラマダーン忘れて食べるみたいに言ったらさ、ラマダーンラマダーンとか言ってさ、なんかちょっと申し訳ない気持ちになって、そういうのがあったんですけど、それでね、トルコで青空 C 社っつってね、外で C 社吸える場所があって、そこ吸ってたのよ。で、4人席に案内されて、で、俺1人で、向かいがけの空の2名席に、いきなりトルコ人のおっさんが1人座ってきて、お前はイスラム教に入れ、ラマダーンをやれとか言われて、そういうの嫌いじゃないから、面白いじゃん。面白いなと思ってたら、そいつなんか誰かに電話し始めて、気づいたらなんかもう1人おっさん召喚してて、おっさん2人と俺1人で C 社吸うってなんか意味わかんない。あなたがおごってあげたとかじゃないの？いや違う、その人たちラマダーンだから C 社も多分ダメなの。あ、C 社もダメなの？嗜好品とか、世俗的なのを一回断ち切るんだと思うんだけど、まあだから本当にいい意味でトルコ人のオープンさとかね、ご飯の美味しさも良かったんですけど、特にね、ラマダーン中のね、ちょっと旅行とかはね、皆さん、店によって閉まるところもあるんで、気をつけてね、旅をしていただければと思います。今回は東大阪集団暴行殺人事件と呼ばれる事件を紹介します。これね、男子大学生2人が生き埋めにされてしまったというね、非常に残酷な事件なんです。大学生ってさ、若者同士のトラブルかなんかが起きたわけ？それでも生き埋めって無謀すぎるわよ、いくらなんでも。若者のね、集団だから周りに見え張ってエスカレートしちゃったのかなって部分はあるかもしれません。そしてね、この事件のすごい得意な点としてはね、リンチの被害者と加害者っていうのが途中で逆転するんですよ。これね、事件の発端は大学のサークル内で起きたある対立だったんです。些細な火種。2006年6月19日、岡山県玉野市早朝、人気のない産廃処理場でショベルカーが音を立てて大きな穴を掘っていました。その様子を見守る数人の男たち。すぐそばでは青年が一人青ざめた顔で震えていました。ほら、そこ立てや。そう促され、掘り終わった深さ 1.5 メートルの穴の脇に立たされた青年の名は東大阪大学4年生の石川陽介。なんでこんなことに。散々に殴られ、立っているのもやっとの石川は穴を見下ろしながら数日前、地元の大阪で起きた出来事を思い返していました。時は遡り6月15日、石川は所属していた大学のサッカーサークルの OB 山本大使を呼び出しました。俺の女にちょっかい出しとんちゃうぞ。石川が怒っているのは、石川の彼女に山本が好意を抱き何度もメールを送っていたため、石川はこの時殴り合いの喧嘩で山本を圧倒。しかしそれでも腹の虫が収まらず、翌日も指定した場所へ来るよう山本に約束させたのです。一方的にやられる形となった山本はまた同じような目に遭うことを恐れ、サークル仲間の金岡守に相談。顔を腫らした山本を前に心配した金岡は石川からの呼び出し場所に一緒に行くことに決めたのです。恋人に手出されて怒るのはわかるけどさ、喧嘩で勝ったわけじゃない。明日また恋だなんて、なんて粘着質なやつなの。しかも翌日ね、山本と金岡が約束の場所へ向かうとね、さらにひどい仕打ちが待っていたんです。
殴り合いの喧嘩があった翌日、山本と金岡は石川と約束していた公園へ2人で訪れました。そして到着するなり彼らは思わずあっけに取られます。なぜならそこには石川を含め4人の男が待ち構えていたから。山本が金岡に相談した一方で、石川も友人を呼び集めていたのです。多勢に無勢となった山本と金岡は激しい暴行を受けた後、さらに車に乗せられ約5時間にわたって連れ回されることに。その最中、石川たちは山本に対し次のように要求したのです。3日後の6月19日までに慰謝料50万払えや。石川の友人の一人丸山真司はヤクザとつながりがあると話し、期日までにお金が用意できなければ生き埋めにするなどと言って脅しました。そして長時間の拘束の末、山本と金岡の2人はガソリン代として5000円を巻き上げられ、道端へ放り出されたのです。大学生同士の喧嘩でヤクザの名前出したり、慰謝料払えとか言ったりも明らかにやりすぎじゃない？まあ本当そうなんですよ。しかも金岡はね、もともと生徒会長を務めるぐらいの優等生で、話し合いをね、そもそもするつもりで行ったんです。ただね、話し合いでは通じないってなって、2人はね、腕っぷしに自信のある友人を頼らざるを得なくなったんです。最強の助っ人。金岡と山本は石川たちの脅迫に完全に怯えきっていました。そうかといって50万もの大金を数日で用意できるとは思えず、金岡は中学の同級生小林隆二を頼ることに。小林は地元の不良の中で普段は温厚なものの、怒らせたら何をするかわからないと恐れられていた人物。以前の職場で同僚に集団リンチをした前科がありました。ここまで動画をご覧の皆さんの中には、優等生の金岡がなぜ小林のような不良と親しくしているのか疑問に感じる方もおられるかもしれません。実は小林には父親の虐待や学校でのいじめなどの暗い幼少期が、その際の数少ない理解者が金岡だったのです。小林はその恩義を忘れておらず、金岡に電話で泣きつかれるとすぐに助っ人を買って出ました。金岡から相談を受けた小林は、さらに頭の回る同級生広畑智則にも声をかけます。すると冷静な広畑は山本と金岡の2人に対し警察に被害届を出すように言ったのです。2人は言われた通りに被害届を提出し、事態は丸く収まったかに思われました。しかし4人で話し合ううち、議論は白熱していき、やはり自分たちの手で復讐しようという話に。議論を重ねる中で次のような発言も飛び出します。山本と金岡を守るにはあいつら殺すしかないかもな。いやもうこれ警察に被害届出そうってさ、冷静な結論に落ち着こうとしてたわけじゃない。なんでいきなり真逆な方向に行っちゃうわけ？不良が集まると気が大きくなってね、話が大きな方向に行くっていうのは本当によくあることなんです。これ心理学上では没個性化と呼ばれるんです。というわけで本日のメトラキーワード、没個性化について。没個性化とは、集団において個人の自己認識や責任感が薄れてしまう心理状態のこと。集団の規模や周囲の感情に左右され、普段はしないような行動をとってしまうことがあるのです。アメリカの心理学者フィリップ・ジンバルドーによると、没個性化が発生しやすいのは次の要因が重なった時。匿名性が保たれる、責任が分散される、興奮している時や刺激が多い時、ヤクザを呼ぶと言われ気持ちが高ぶり、複数人で議論を交わすうちに計画が過激化していった小林たちの状況はまさに典型と言えます。石川たちへの復讐を決めた小林は、さらにもう一人の男と連絡を取っていました。その男は小林の知人で岡山県に住む暴力団関係者。ヤクザを呼ぶと脅された手前、小林も目には目をと思ったのかもしれません。そして小林の話を聞いた暴力団の男はこう言いました。組の名前出したやつ連れてこい。借金漬けにしたるわ。その男の指示のもと、広畑が拉致計画を練り、その間小林は以前のバイト先の後輩などを頼って仲間を集め、9人のグループを結成。復讐に向けて着々と準備を進めていったのです。いや本物のヤクザまで出てきちゃってさ、もう後戻りできない感じじゃないのよこれ。石川たちもね、ヤクザ呼ぶぞって脅した相手が別のヤクザ連れてくるとは思いもしなかったですよね。そしてついにね、復讐の日がやってくるんです。処刑の夜。2006年6月19日の深夜3時、石川たちは東大阪市から車を走らせ、岡山インターチェンジへ訪れていました。車内には石川と丸山、それに運転手を買っ
って出た友人、そして彼らが慰謝料を払えと脅していた山本と金岡の姿も。彼らが同じ車で岡山へやってきたのは、山本が次のように話し石川たちを呼び出したため。被害届は取り下げることにした。慰謝料を払うわ。この時山本が岡山の親戚にお金を借りに行き、その場で払うと話したため、石川たちは彼らと同じ車で岡山へ向かうことに。そしてインターチェンジへ到着したこのタイミングで金岡がこう切り出します。なあ、トイレ行きたいんやけど。石川は仕方なく空き地に車を止めさせ、全員で車の外へ。次の瞬間、石川と丸山たちを3台の車が取り囲みました。そう、金岡がトイレに行きたがったのは石川たちをおびき出すための罠。彼らが車を降りたのを見るや否や、待ち伏せしていた小林たちがゴルフクラブや金槌などの武器を手に石川たち3人に襲いかかったのです。クソがお前らはめたな。知り合いのヤクザ呼ぶぞ。現金と携帯を巻き上げられながらも苦し紛れにそう叫ぶ丸山。しかし9人で徒党を組んだ小林たちにとってその言葉はむしろ逆効果。小林たちはさらに頭に血を上らせ、人目につかない場所で暴行を加えるべく石川らを連れて岡山県玉野市の公園へ。その後も目撃されないよう移動を繰り返しながら集団リンチが行われました。こんなに殴られてもさ、謝らずにまだヤクザ呼ぶとか言ってるわけ？挑発したらちょっとまずいことになるとかって思わなかったの？しかも9人に囲まれて暴行されるってさ、想像しただけでも怖いですよね。これ本当にね、苦し紛れだったのかもしれません。そしてこの後、石川と丸山には最悪の結末が待ち受けていたのです。集団リンチの末、最後に石川たちが連れてこられたのは小林がかつて勤務していた産廃処理場だった。そこのショベルで穴掘れ。人間が埋まるくらいの大きさな。深夜の静まり返った産廃処理場に響いた小林の声。彼の後輩は言われた通りにショベルカーを操作し始める。そして 1.5 メートルほどの深さまで穴が掘り終わった時、そこに立て。小林は石川を睨み冷たくそう言い放った。瀕死の状態の石川を穴の脇に立たせると、小林は石川の友人を呼び1本の警棒を手渡す。これで殴って穴に落とせ。やらんなら穴をもう1個増やす。従わなければ自分も生き埋めにされる。石川の友人は瞬時に小林の言葉の意味を察し、泣きながら石川を穴へ突き落とした。お願い、殺さんといて。石川は必死にそう叫ぶが、今さら訴えが聞き入れられることはない。小林たちは重い石やコンクリート片を彼に投げつけた。そしてやれ。小林のその一言とともに石川のいる穴の中へショベルカーが大量の土砂を落とした。ショベルは流し込まれた土を何度も叩いて固め、石川をその闇の中へ完全に閉じ込めてしまった。脅されて共犯者となってしまった石川の友人に対し、小林たちは通報したら家族を皆殺しにするとさらなる脅しをかけた上で解放。加えて50万円の支払いも約束させます。ヤクザの名前を出した丸山については、小林が知人の暴力団関係者の元へ連れて行きました。しかし丸山を前にした暴力団の男は、彼が瀕死で歩けもしない状態だということを知るとこう言ったのです。これじゃ金は取れんな。もう殺すしかないんとちゃうか。こうして翌日の6月20日、丸山も石川と同じく産廃処理場で生き埋めにされ殺害されることに。最初はさ、恋愛絡みの些細なトラブルだったじゃない、何がどうなってさ、相手を生き埋めにするまでの事態になっちゃうのよ、ちょっと気が大きくなってね、小林たちも勢いでやったって部分絶対あるでしょうね、これ。しかもね、仕返しっていう立場だと、さらに気が大きくなって激しくなるっていうのは、よくあることだなと思いますし、ただね、腹が立っても矛を収めるっていうね、大学生なんで、ちょっとそういう気持ちってね、なかったのかなっていうのは正直思いますよね。惨劇から一夜が明け、小林たちは岡山県内で落ち合い、今後についての話し合いを行いました。その結果、事件は小林と穴を掘った後輩の2人だけでやったことにすると、口裏を合わせることに決まったのです。この決定はメンバーが罪をなすりつけ合った結果そうなった側面と、恩人である金岡を守りたいという小林の自己犠牲からの側面があったといいます。しかし小林たちの思惑通りにはいきませんでした。事件から3日後の2006年6月22日、唯一解放されていた石川の友人が警察に駆け込み、小林たちの犯行の全容を打ち明けたのです。指名手配された小林は逃走中、自身の母親に電話をかけこう告げています。2人殺した。逃がしたもう1人も殺してから出頭するわ。この時、小林と
ともに父親からの虐待を生き抜いた母親はこれ以上罪を重ねてはならないと彼を説得。小林はこれを一度無視しますが、最終的には母親に付き添われて出頭したのです。山本、金岡に関してもこの前日に出頭していました。事件から1週間が経った6月27日には現場の産廃処理場から石川と丸山の遺体が発見。その後、広畑を含む実行グループや丸山の殺害を指示した暴力団関係者らも逮捕され、計10人が起訴される運びとなります。事件から約1年後の2007年5月22日、実行犯のリーダー小林は死刑判決に。同年10月2日には犯行計画を主導した広畑に無期懲役の判決が言い渡されました。このほか山本や金岡など関わった全員が事件への関与度合いに応じて厳しい刑を下されたのです。実は事件はこれで終わりではないんです。約20年の時を経て、この事件は再び世間を騒がすことになるんです。事件から約20年が経過した2026年1月31日の朝、大阪拘置所内では職員が慌ただしく走り回っていました。それは死刑の執行を待っていた小林が独房内で首を吊っていたから。布団カバーを首に結びつけた姿で見つかった小林はすぐに病院へ搬送されましたが、午前8時40分頃に死亡が確認されました。死刑が近づくにつれその重圧に耐えられなくなったのか、それともこれ以上生きながらえる意味はないと思ったのか、いずれにしても彼は41歳で自らその生涯を閉じたのです。加害者と被害者の立場が入れ替わる報復の連鎖が最悪の結末を呼んだ今回の事件。最初に暴力が発生した時点で警察に頼らず、相手より上を行く暴力で解決しようとしたことが彼らの最大の過ちだと言えます。集団の中にいると人は気が大きくなってしまうもの。あなたには周りの意見に流され、良くない方向に流されてしまった経験がありませんか？大沢けちゃんです。いや、みやこ。ちょっと皆さんにね、ご報告がありまして、はい3月の28日に大阪でイベントやるよって何回か言ってたんですけど、しっかり準備したいってことで、本当にちょっと申し訳ないですけど、4月の18日の土曜日にね、変更となりましたので、まだ、ね、販売開始してないとはいえね、その日もし開けてくれてる方もいたかなと思うんでね、本当に申し訳ないんですけど、日程変更とさせていただきまして、その代わりね、いいお店を用意してね、みんなとご飯食べながらね、話し合えればなと思いますんで、イベントっていうよりはファンミーティングみたいな感じでね、実際にそうねゆるくね、僕とかヤミゴさんとね、話せればね、と思いますし、僕らもね、すごい楽しみにしてるんで、ちょっとね、いろいろ裏で準備することもありますので、3月の28だったものが4月の18日土曜日に変更ということでね、変更のね、謝罪っていうのも含めてね、動画撮らさせていただいたんですけど、はい、改めてね、その代わり4月はね、大阪盛り上げていきますので、僕ら東京以外で言うとね、初めてのね、イベントではございますのでね、しっかりね、準備してね、当日を迎えたいと思いますので、はい、もうさすがに日にちね、なんかよっぽどの天変地異とか起こんない限りね、やんないんで、ぜひね、皆さんとね、お会いできればと思いますのでね、大阪、そしてね、関東、もしくは全国からね、わざわざ大阪来る方も、もしかしたらいるかもしれないんですけど、ちょっとその時にね、実際にお会いしてね、お話できればと思います。というわけで皆さん、すいませんでした。そして当日はよろしくお願いします。待ってまーす。